はい、皆さんこんにちは。今日はね、抹茶の立て方を説明します。まずは立てましょうね。はい。一番最初立てたことないっていう人がまあ普通に立てるとこんな感じになるっていうのをやってみます。まあね、抹茶が入ってるんですが、入れる量とかは1.5g から 2g って言われるんですけども、特にそれと同じ量に今回やりますね。好きな方はたくさん入れてもいいと思うんですよ。で普通にやったことない人はもうこのままこうざーっと入れて、で量もわからないんでしょうけども、こんなもんの量かなっていう量を入れます。でこのままこうやってこうするわけですよね。ほんでこんな感じですかね。出来上がりました。こう見るとね、塊がいっぱい浮いてるわけですよ。飲んでみましょう。ちょっと回してみましょう。塊がそのまま入ってきて、お茶自体は美味しいんですけども、なんやろ、抹茶チョコレートみたいなものが固まって入ってるという、こんなもんかなっていうような印象しかないと思うんですよ。でこういう立て方じゃなくて、みんな普通にやったらこんな立て方になるんですけども、とりあえずしっかりと正しい立て方っていう言い方はおかしいかもしれないんですけども、飲みやすい立て方をするとこうなります。まず忘れてた大事なことね、茶碗を温めます。さっき温めてなかったでしょ。なのでお湯の温度が低いと立ちにくいんですよ。でそれとともにこれ茶筅っていうんですけども、この茶筅をですね、竹でできてるんですけども、お湯につけとくわけです。そうすることによってこの先が柔らかくなって折れにくくなるんですね。先はもう乾いたままそのままガッてやったんですけども、それやり続けると欠けたり折れたりしやすいので、必ず濡らしておくっていうのが美味しく立てるコツと、美味しく立てるうんぬんかんぬんじゃなくて、この茶筅の扱い方ですよね。まずこれはしっかりと濡らしてしならせるというか、しなやかな感じにさせます。でこれでいいかな。とりあえずですね、拭いておいて、で抹茶の量は先ほどと同じ量にします。1杯2杯で、それからお湯の温度をね、気持ちですよ、気持ちちょっと下げます。だいたいね80度から90度くらい入れればいいのお湯で入れれば美味しく立つって言われるんですね。でこれポット、今90度のお湯が入ってるので、移し替えるごとに10度下がると言われてるんですが、これ今80度くらいなんですね。で注ぎます。ちょっと残しておきましょう。ちょっと多かったんで。
でここでまずですね、こうちょっとなじませる、なじませて、音聞こえるの分かりますか？音をですね立てるくらい、これ結構思った以上にね速くというか強くというか、あまりその茶碗の底にこすりつけるとまた茶筅が傷みやすいので、ぐっと押さえつけるわけではないんですけども、しっかりですね底の方から前後で、よく M の字とか言うんですけども、こっち行ったりこっち行ったりっていう、こう前後をさせながら、右に行ったり左に行ったりするといいって言われるんですけどもね、なかなかね最初そんなに意識できないんですよ。だからもう前後だけをガーッとやった上で、ちょっと気持ちその前後をしながら右に行ったり左に行ったりっていうのを、できればやっていただければ、よりですね広範囲広範囲が混ざるといいますかね、しっかり攪拌できるのでいいと思うんですよ。でこうしているうちにですね、こうちょっと表面がですね泡が立ってくるんですよ。で泡が立ってきたら、ちょっと気持ち茶筅を浮かせてあげて、でスピードをゆっくりとにねしてあげるんです。そうすることによって表面の大きな泡が消えていくんですね。でこれ結構時間をかけてあげるときれいになっていきます。で最後よくのの字を書いて真ん中から抜くって言われるんですけども、そうしてあげるとこのようにですね表面がすごくきれいな美味しそうな抹茶が立てられます。これもちょっと飲んでみましょうか。結構ねうまく立てれたかな。先ほどのと比べてね表面が一目瞭然ですよ、違うっていうのは。でこれ別に泡があるからいい、泡がないからダメっていう問題じゃなくて、茶道の流派によったら泡をあまり立てない流派っていうのももちろんあるんです。なので、これが正解これが間違いっていうわけでは必ずないです。ただこの例えば泡が少ない場合でも中にですね塊が沈殿してるとやっぱり飲みにくいんですね。なのでそこら辺はしっかり溶かしてあげる必要はあるんじゃないのかなっていうのは思うんですけども。落とした。こっちは正直ね塊が下に沈んでるんで、ちょっと水っぽいと言いますか、抹茶の香りがあんまり立ってないです。でそれに比べて泡がある方がちょっと入った時の口当たりっていうか泡に包み込まれる感じがするんですね。ただこの泡が抹茶の味がすごいしてそれによって抹茶の風味が立ってるかっていうと、そうでもないような気もするんですよね。むしろこっちのその泡がない方がお茶の味が感じやすいというかねっていうような感じもするんで、別にこれはこれで問題ないと思います。ただ先ほども言ってますよ通り、その塊がね残ってるのはどうかなっていう、そこら辺ですよね。こんだけ違うという感じです。で今回は結構綺麗に立てられました。でも最初の塊がね、残りやすい場合はみんなどうしてるかと言いますと、こういうね網を使って網に一回入れてあげることでですね、抹茶を入れてあげることで
ダマをこう少なくするというよ。これ見てもらったら分かるんですけど、ほらこの時点で塊が結構あるわけですよ。でこれをしっかりねこう潰してあげないと固まりやすいっていうのはよくわかりますよね。で特に抹茶は湿気やすいんで、これも茶缶に移してから20日ぐらい経ってるやつですかね。結構しばらく時間が経ってるんでより固まりやすくなってると思うんですけども、ほら見てください。すごい細かいこうパウダーといいますか、粒子が細かくなりましたね。なのでこうやってやってあげるとすごく溶けやすくなると思います。ただ洗い物がね増えるのがまあどうかなって僕は思うわけですよ。好き嫌いです。まあ洗い物くらいね全然へっちゃらやっていう風に洗ったれっていう気持ちの優しい人でしたらね、はい、全然いいんですけども、ほらもうこの時点で結構溶けきるわけですよ。溶けきるって言い方おかしいですけども、こう馴染みやすいですね。でちょっと混ぜてからこうでこうゆっくりですね、ゆっくりでもこう早くこう前後をこう早くこうピピピピピピっていうのをしてあげるとこんだけ立ってきますよね、泡が。なので茶碗の向こうに当てるこっちに当てるっていうくらい大きく動かしてあげると結構それだけでこう泡が立ってきますね。であとは特に問題ない感じですね。ほらすごく簡単に泡が立ちました。茶碗温めるの忘れたね。でも美味しいわ。こういうふるいを使うとやりやすいという。それ以外にですね、網がない場合、茶こしがない場合にこうやった方がいいよっていうのを考えた方がいらっしゃって、多分ね京都のお茶屋さんの小原さんっていう方が考えたって僕は誰かから聞いたんですけども、それは水を使うんですよ。同じように抹茶を入れるところまでは一緒なんです。でやっぱりこうやってダマがね結構あるわけです。でこのダマをふるいを使ってないのでダマがなりやすいので水を使って水をねちょっと入れるんですよ。でこれをちょっと入れることでここでまずあらかじめ溶かしてあげるわけなんですね。これ今塊がすごくこうゴツゴツしてるんですけども、この時点でこうちょっとくるーっと回してあげるんですね。こう溶かしてます。溶かしてます。こう溶かして溶かしてでこれ溶けきるまでこうしばらくこう茶碗を傾けてあげてこうダマをなくしてあげるんですよ。そうしてあげれば結構ねもうこの時点で溶けきるので、あとはお湯を入れるとそのまますぐダマがない状態で立てることができるんです。でこれ最初に冷たい水を入れることで、お茶って熱いお湯入れると苦くなりやすいんですが、その最初に冷たい水を入れることによって、冷たいっても常温でいいんですがね、常温でいいんですけども、その冷たい水を入れることによって苦みが立ちにくい。
っていう良さ、そしてこの溶けやすいというかダマになりにくいっていうこの2つの点でこれはいいと思うんですよ。すごいね簡単で湯冷ましした水で入れるといいんですけども、その湯冷ましした水っていうのもないっていう場合でしたら、もう本当にそこら辺にある水でいいと思うんですよ。でこれをちょっとまた入れてあげて、水入れた分お湯の量はちょっと少なめにしてあげまして、でこれでちょっとなじませてから同じようにこう前後で、茶筅これ持ち方みんないろいろあると思うんですが、僕はもう普通に指先だけでこう軽くこう握ってるというか掴んでる感じですね。それでこうスナップを効かせやすくしてます。ほらで力はほとんど入れてないですね。最初はやっぱり力を入れてねわーってやってましたけども、こんな数ですわ。はい、数やればどんどん上手くなります。で数も言ってもね、30g の缶買ったとしたら 2g 使ったとしても15回、毎日飲んだとしても半月以上持つわけですよ。なので結構ねすぐに上手くなりますよ。ほらで今はちょっと最初に泡をしっかり立てる時間を長くしたんで、ちょっともっちりした感じ、表面が分厚い感じになりましたけども、これも好みでいいと思うんですよね。美味しいわ。美味しい。お茶の味が結構濃い、お湯の量が少なかったかな。お茶の味が結構しっかり感じられます。水を最初使ったからお茶の味が前に出やすくなったのかどうかはちょっとお湯の量もありますしね、お湯の量が少なかっても感じますから、なので水の量のおかげかどうかわからないんですが、正直でもすごくしっかり濃厚とした抹茶の味わいになってます。あらかじめ水で練ることによってその後お湯を入れてから立てる回数も若干少なくてね立てやすいと思いますし、立てられますし、こういう立て方、水を入れても、いいかなと思います。なので、大事なのは、茶碗をあらかじめ温めるということと、茶筅は必ず水もしくはお湯でですね、先っぽあらかじめ濡らして柔らかくしておくということで、ダマに気をつけるということなんですね。ダマを別にそのままお茶塊のままでもしっかりダマをなくそうと思ってしっかり立ててあげればですね、綺麗になりますし、それが結構手間だなっていう方でしたら、こういうその網を使ったり水を使ったりですねすることで、あらかじめダマを少なくした状態で、立ててあげるといいと思います。結構ね簡単なんですよ、抹茶を立てるのって。すぐできるようになります。で別に抹茶碗じゃなくても普通のご飯茶碗でもいいですし、抹茶、お茶と茶筅があれば、あとお湯ですね、お湯があればどこででも立てられますからね。ぜひね皆さん抹茶しっかりとね、立てられるように、なってほしいと思います。ではまたチャンネル登録もよろしくお願いします。